どうも、ヒラリー男爵です。今日はプリウスの中でもグレード X、このね、17インチタイヤを装着する車をお借りしてきました。なんでね、これ借りてきたかと申しますと、この車が一応法人用という位置づけなんですけれども、個人でもね、買えるそうなんですね。ということで、乗ってみたかった。違いが感じたかった。それから、どっちのタイヤをね、基準に作られているかというのもね、考えてみたかったというのがあります。で、今ね、この車は17インチのタイヤで、エコピアの EP150 というタイヤです。中身はね、OE タイヤですので、中身は専用設計かもしれない、プリウスの要件に合ったタイヤ。で、わかりやすいところで言いますと、鉄鎮ホイールでホイールキャップがついています。ガンメタのでなかなかかっこいいホイールキャップなんですけれども、よく見るとね、この辺鉄の部分が出てるくらいのホイールです。グレード X17 インチ仕様とグレード G19 インチ仕様。タイヤ以外にも違いがありそうで、乗ってる間も、これサスペンション違うんじゃないのとかね、頭をよぎったのですが、確実に言えることではないので、この点は省いています。はっきり言われていることですと、タイヤ以外では、リアスタビライザーとパフォーマンスロードの有無が挙げられます。この車に乗りながら、19インチと17インチ、どこが違うと思ったか、それからどんなとこからそれを思ったか、なんでそう思ったか、それぞれのタイヤでね、もっと良くするためにはどうしたらいいかみたいなところも考えましたので、そのあたり述べていきたいなと思います。では、行ってきます。じゃあね、今車乗ってきました。今乗っています。ということで、自分の思うことなんかを述べていきたいなと思います。この19インチと17インチタイヤを比較したときに、どっちがいいかとか、なんでそう思うのか、どういうところからそれを思うのか、あと、17インチタイヤの方がっていうところで、すいません、もう結論言っちゃいましたけれども、自分はね、19インチタイヤの方が良くて、でね、17インチタイヤのグレードすごく安いです。この車今乗ってるのが275万円。この値段で、ハイブリッドモデルで燃費30キロはね、出せる燃費性能を持っていて、で、この特別感のあるプリウス、もうね、見た目からしてもスーパーカーみたいなこの車、それを275万円ということですから、なんとかしてね、このタイヤとかで乗り心地に満足できるようにできるのかできないのか、ちょっと試したこともあるので、そのあたりの話につなげていきます。では、まずね、今言った19インチのタイヤの方がいいといったところなんですけれども、それは上級者感覚でもそうですし、ハンドリングの面でもそうですし、あと快適性の面でもそう感じます。こう感じる理由なんですけれども、タイヤってね、一概に厚みがある方が柔らかいとか快適とか、そう言えない部分があるんで、そうじゃない部分もあるといったところでね、そういった話にしていきます。で、そこなんですけれども、自分とかね、タイヤ20本を家に用意して、ドライブのたびにこっちのタイヤつけていこうかとか、今日はこっちにしようかとか、いろいろね、毎回タイヤ変えたりして、タイヤのいろんな違いを感じるのが面白かったりとか、そういった時期がありました。で、その後もよくわかんないアジアンタイヤとかいっぱい買ってきましたし、4本で10万以上とか、20万とかするようなタイヤもね、それなりには使ってきました。で、そうした経験からの意見なので、物理的に間違ってることね、あるかもしれないんですけれども、とりあえずね、感じ方としてそう感じるということで取ってください。でね、タイヤ、まずね、一つ大きな要因にホイールの重さっていうのが、これがすごく大きいです。タイヤ、ホイールごとね、持ってヘルスメーターに乗ってというところで、昔いろいろタイヤの重さ測ったんですね。で、15インチぐらいまでは、下手したらアルミの方が重いこともある。でもそれを過ぎると、鉄筋の方が重いとか、サイズ大きい方が重いとかね、3ピースとか凝ったものはさらに重いとかあって、でね、重いホイールの方が、同じバネだとすると、同じバネに吊るしたとすると、動きにくくて、動き出したら大きく動きやすい。っていうのがね、あります。重いものですからね。あと、それから、タイヤの構造的に硬いとか、タイヤのトレッド面、路面と接地する部分のゴムが硬い柔らかいとか、あとパターンって言ってね、刻んである溝が、大きいタイヤはよれにくくて、細かいパターンのトレッドはよれやすいとか、いろいろあるんでね、本当にもうそのタイヤの厚みだけで言えないところがある。一つ言えるとすると、
タイヤの厚みが薄い方がハンドリングがシャープになる傾向、ここはね多分大体何に乗っても同じような、そういった印象につながります。でそう、この重さによる影響がねすごく大きいと思うんですね。プリウスの場合19インチタイヤの大きくて重い方を履いた方がそのサスペンションの動き出しの部分ちょっとねポポポポポって微妙に柔らかく動くところがあるんですけれども、それがすごく分かりやすくて、そこをよく抜けてるよねと。でその先しっかり支えてくれるところは結構支えてくれたりなんかしてくれて、この辺りがねもうサスペンションがいいものなのかなって感じさせたりもしてくれます。自分の中のね上級者感覚といったところでね。でこれが、この車を設計するときに19インチタイヤを基準にして設計されたのかなって思うところがあって、で車全体のねバランスもよく感じられる。で立派さもある。で快適性もね、そっちの方がねやっぱ結果的に柔らかく感じられる領域があるっていうのかな。でプリウスのこの車重とタイヤの特性とかを考えた場合に自分はそっちの方がいいんじゃないかと。であと構造的な硬さっていうのは結構ねメーカーによってブリヂストンのタイヤってタイヤの構造的な部分でね硬さを感じます。これはレグノとかでもそうです。でゴムの部分はねちょっと柔らかさを感じたりというのでね。で今日もこれブリヂストンのタイヤかもねと思ったら、やっぱりねエコピア EP150 ってやつだったかな、それでした。この辺りがねなんとなくその構造的に柔らかさを感じるミシュランとか、ダンロップとか、なんとなくですけどねそういうところあって、で結構ねこのやっぱり厚みは一緒だとしてももしくは違ったとしてもタイヤ自体の持つ柔らかさっていうのはねすごく違いがあります。もうほんとねアジアンタイヤのよくわからないの買った時にふにゃふにゃでしょうがなくてハンドリングもブニュブニュになっちゃってみたいのもありましたし、逆にねスポーツタイヤでもポテンザと横浜のアドバンなんとかとかね比較した時にアドバンの方が滑らかだねと柔らかいねと感じるところがあったりなんかしてね、でもブリヂストンの方はね落ち着いて走りやすいねというところもあったりなんかして、そういうのも感じたりなんかして本当いろいろです。でトレッド面の柔らかさっていうのは、乗り心地もそうですしほんの微妙なねこのザラつきとかを吸収してくれたりなんかして静粛性とか微妙なねザラザラ感の削減とかそういうところにもね変わっていきます。で19インチタイヤの方がねそんなにタイヤの硬さを感じなかったっていうのもありますね。すごい滑らかに感じられるところが多かったっていうのかな。でこれなんですけれども、これがもしかしたらね、パフォーマンスダンパーという装着されている部品が機能している可能性もある。可能性なんですけれどもね、今のこの車の17インチの仕様は、ザラザラ感とかちょっと荒っぽさを感じます。今これ指定の空気圧で走ってるんですね。この状態で走っていてちょっとザラザラ感とかが出やすい。なのでもしかしたらその微振動をねそれがシャットアウトしてくれてるのかもしれない、吸収してくれてるのかもしれない。でもそんなにね魔法のような道具で、黒魔術で車のざらつき微振動を全部消してくれてるかって言ったら、それはないんじゃないかなっていうね、そんなイメージはあります。でそう17インチタイヤの方の印象に入っていきますけれども、そうですね、この指定の空気圧で走ってる状態ですと、ザラザラ感、ブルブル感、あとタイヤの硬さを感じる時もあるし、そういうところかな。でこれがねなんとかならないのかと思ってまず一つ試したのがね、タイヤの空気圧をちょっと抜いてみました。1本につきコンマ2ぐらい 0.2 ぐらいずつ抜いてみて走ってみたんですね。そしたらやっぱりね総合的な乗り心地は良くなりました。でもデメリットも目立ってきた、デメリットというか弱点も目立ってきたっていったところで一長一短ですね。一つ良かったのはすごくいい路面で乗り心地が滑らかになった。本当タイヤが路面を叩くようなね感じとかザラザラ感消えて、段差のねちょっとした段差のゴツゴツ感も消えて、そこはいいようになって、でリアシートの方がねその恩恵よく受けましたね。このプリウスリアサスペンションの方が柔らかいですからそれが生きてきたとも言えるのかな。
その代わりデメリットとしては、いい路面が良くなった反面、ざらつきたところのねザラザラ感がすごく強くなりました。あとハンドリングで言うと、ハンドルがねもう軽くなっちゃったんですね。軽くなったぐらいにその変化がありましたので、これはもうタイヤの美味しいところ、その設計の部分のねを超えちゃったのかなっていう気がしました。あともう一つ、段差を越えた時にタイヤの中で空気が動く音、なんとかノイズって言うんですけれども、ちょっとね名前を忘れちゃいました。でそのパコンパコンって音ですよね。ちょっと今この先橋の継ぎ目あるんで、もしかしたらマイク拾うかなっていうところ、そんなぐらいの感じのところでパコンパコンっていう音が出てくるようになって、やっぱりねこれちょっとタイヤの美味しいところというかね、あまり使っちゃいけないような領域なのかなっていうのを感じましたね。この車まだ新しい2024年式なので新車のタイヤと思われるんですね。で、今ね指定値のフロント 2.5 リア 2.4 が入っています。でこの状態で走った時に快適性がね悩ましい、そんな不満のあるような感じじゃないんですけれどもね、乗ってれば慣れちゃうこんなもんかなっていう感じなんですけれども、やっぱり先にちょっとね19インチタイヤのグレード G の方に乗ってしまいましたから、受ける印象が違う。でも価格差も45万円ほどありますから、そこを1クラス分ですよね。1クラス分の価格差と考えますと、あれってこっちでもいいじゃないっていう方も多いのかなと。すいません、ちょっとねもう言葉濁っちゃうというかはっきりしないところですけれども、自分が選ぶんだったらその価格差でも、19インチタイヤの方を選びたいと。でそうだ、忘れてました。あとリアのスタビライザーの関係。スタビライザーというのは左右のサスペンションが一本一本のそれぞれのサスペンションが独立して動く動きを制限するパーツです。例えばコーナーとかですと内側が伸びて外側が沈む、これを抑制するような部品がねスタビライザーです。それで両輪が同時に伸びたり縮んだりするときには制限をかけない。でこれなんですけれども、このプリウスに限って言うとね、どっちでもいいかなといったところですね。厳密に言うと多分ねリア不安定になったりとか滑ったりね、昔で言ったら高踊りとかしちゃった時のコントロール性で言うとある程度切ってた方がいいんですけれども、今はそんなこともうないですからね。横滑り防止装置が早め早めに介入してきて、四輪独立にブレーキを制御してドライバー気づかないぐらいとかでねこう姿勢を保ってくれるなんて感じですから、そんなことは気にならなくなるとして、でいつだか思ったのが、スタビ効いてるよねって、リアのスタビ効いてるよねっていう車の方が直進性がいいと感じられたことがありました。でそこからするとドライバーが体感的にこう直進性に影響してくるっていうところがねあるのかもしれない。でもねこのプリウスねもうすごく直進性いいんですね。もうほんとね、これは前乗った時の 2000cc の時もそうですし、今日の 1800cc もそう、もう手離したら知りたいというかね、すごく走りやすい。残念なのがね、ちょっとこの車幅感覚取りにくいので、今車がね微妙にちょっと中心からずれてるとか内側にどれだけ寄ってるかとかが分かりにくいので生かしきれないのがちょっと残念なんですけれども、ずっとまっすぐのところ走るのはね本当にいいです。なので、リアスタビに関してはどっちでもいいというか、自分にはちょっと違いが分からないかなとね。でね、スタビがない方がいいと感じることもね、結構あるんですね。左右のサスペンションが独立して動いていれば、それはね大きい車の感覚です。でリアトーションビームの車なんかですとね、もうトーションバーが、U の字の形とかしていて、それがスタビライザーとね同じ効果、ねじれてね制限するような効果を生み出してますし、あとね片輪ずつ段差を越えて、お店とかに入るとき、この縁石またぐときとか結構ね揺すられ感という部分でね唐突なところが出にくかったりなんかして、弱い方がいいなと思うときもあるので、どうでしょう、プリウスに関して言うとどっちでもいいんじゃないかなっていうかね、そんな感じです。ということでね、ちょっとまとめていきますと、やっぱり比べちゃうとね19インチタイヤの方がいい。これはね言ってて自分がね笑顔が出ちゃうような感じですかね。
でもお値段との関係で言ったらね、17インチ、月並みの表現になっちゃうかな。でその17インチを、どうしたら満足できるようにって考えた時に、タイヤの空気圧を落とすという方法が一つある。でもコンマ2を落としたら、落としすぎちゃった感じでね、嫌なところが出てくる。ハンドルも軽くなって動き方、このちょっとねハンドルを切った時の反応の遅れみたいなところも出てきますし、プリウスのねこの結構敏感なんですよね。この良さを生かしきれないかと。でハンドルを戻す反力だけはやけに強く感じちゃったりもしますから、それも含めてね、じゃあコンマ1落とせばいいのかとか、逆にじゃあ 2.7 とかにねプラスコンマ2したらいいのかとか、時間があったらね全て試したいんですけれども、何分これレンタカーでございまして、自分の車じゃないのでね、そんなにゆっくりは試してらんないのが残念なところです。でそうですね、あとはもう1回2回ね、2000cc の19インチタイヤの方を乗ってきますので、それで比較の動画とかできたらやってみたいなと思っています。すいません、ちょっとねさっき言い忘れちゃったのでちょっと一つ挟みます。試したのがタイヤ空気圧と、あとね乗員がどこに座るかによって違うかというのも試したんですね。同僚が体大きいので体重70キロ台とかあるのかな。でやっぱりこのある程度コンパクトなプリウスの車の中でどこに座るかによって違いというのはね必ず出てきます。それで結果なんですけれども、明確にねめちゃくちゃ車が良くなるぐらいのねところは感じませんでした。助手席に座った時にハンドルレスポンスがいいような気とかもしたんですけれども、機能性レベルで良かったのは、リアシートに座った時にねブレーキで後ろが伸びる感覚がね緩和されました。結構ねこのプリウスリアサスペンション柔らかくて、加速の時とかもね、ちょっと今踏みますね。踏むとねリアが沈むんですね。でリアが沈む感覚がもうちょっと増す。でこれが速さ感っていうのかな、それを増してくれるのもありますので、その点でね良かったかなっていうのがね感じました。ということでね、以上になります。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。